皆さんこんにちは、ポポーです。チャンネル登録者数10万人突破ありがとうございます。みんなのね、コメントいつもめっちゃ読んでます。ありがとうございます。それでは今日は胸トレの質問にどんどん答えていきたいと思います。片方にばかり力がいってる気がします。終わった後は両方大きくなってる気がしますが、何か対処法はありますか？ちなみに左右差があり、大きい方に力がいってる気がします。切り干し大根さん、ありがとうございます。左右差っていうのは、その人の動きの癖みたいなもので、脳の癖です。右の胸が大きくて、左の胸が小さいっていう人は、脳と右の胸のつながりがいいっていうことですね。反対にそういう人は左胸を使うのが少し苦手なので、発達しづらくなります。小さい方のやる回数を増やすっていう方法もあるんですけども、実は意外にも両方一緒にやってあげる種目の方が左右差を解消するのに効果的と言われています。種目は家だとプッシュアップとか、ジムだとバーベル、ベンチプレスとかがいいですね。次の質問です。アンダーバストを補足するためにはどうしたらいいですか？ねねさん、ありがとうございます。アンダーバストを補足するには減量が一番です。脂肪は狙って1箇所だけ落とすっていうことはできないんです。筋トレをしながらトップを維持、成長させていきながら、タンパク質メインで食事を整えながら、アンダーはダイエットで絞っていくのがいいと思います。それから姿勢の改善、これもすごく大事です。猫背のままだとアンダーがどうしても大きくなっちゃうんですよね。胸が上向きになることでアンダーも自然と引き締まります。特に背筋を鍛えるとトップが上向きになってアンダーも引き締まります。私は C カップから D カップになったあたり、アンダーが1ヶ月でマイナス 3.5 センチでした。この時は胸トレと並行してこの背中トレをやってました。皆さんもね、ぜひ胸トレと並行して背中トレも一緒にやってみてください。次の質問です。ポポさん、またバストアップしましたか？ポポさんを見るとモチベ上がります。パプバブさん、ありがとうございます。以前はこんな感じですね。現在のトップアンダーはこんな感じです。この前1年ぶりに下着屋さんに行ってバストサイズを測定してもらったんですけども、トップバスト成長してました。でも体重が過去最高体重で確か56キロとかマシマシになってたおかげでアンダーも一緒に成長してました。動画の後半で少し説明しようと思うんですが、こういう感じのビキニの大会に出たいと思っているので、それに向けて減量しているので、筋トレでバストは維持成長させつつアンダーをね絞っていきたいと思っています。次の質問です。手ひし形にするやつきつすぎん？私できない。リンさん、ありがとうございます。本当にダイヤモンドプッシュアップ難しいですよね。私もね、できるようになるまでだいぶかかりました。視聴者の皆さんの中でもできるようになるまでだいぶ時間かかったよっていう人いらっしゃると思います。ダイヤモンドがね、最初どうしてもできないっていう人は、ダイヤモンドプッシュアップにこだわらず、普通のプッシュアップでまずは胸にしっかりと効かせる感覚をつかんで、できるようになったらダイヤモンドにしましょう。次の質問です。確かに1位のは脂質、炭水化物も低くて良さげ。タンパク質、含有率が少し低いかな。これはプロテインランキング動画のコメントですね。ベーグルさん、ありがとうございます。これのことですね。ずっと激推しナンバーワンだったんですが、最近さらにこの子を上回るナンバーワンが現れたので紹介したいと思います。こちらですね。ウィーダーさんのマッスルプロテインです。なんといってもね、味がめちゃくちゃ飲みやすい。こっちはちょっと甘めで女性好きそうなんだけども、こっちはちょっと美味しい、すっきりしてる。プロテイン飲む時の苦痛がとにかくゼロで、それなのにタンパク質量がなんと 22.3で、脂質 1.8、炭水化物 2.5、めちゃくちゃ優秀ですね。この間このプロテインを飲みながら、あれ、この味どっかで飲んだことあるなと思って、これ小さい頃おばあちゃん家で飲んでた森永のココアの味だわって思ったら、これ森永でした。もうほんとおばあちゃんの味です。Amazon でもドラッグストアでも買えるので、みんなぜひ買ってみてね。次の質問です。1回目の翌日から胸のあたりがとても筋肉痛で痛いんですが、これは効いているということなのでしょうか？パピプペポさん、ありがとうございます。筋肉痛がある感じって本当に嬉しいですよね。わかります。もちろん筋肉痛があるっていうことは効いているのでバッチリです。むしろね、長く続けてると筋肉痛きづらくなるっていうことがあるんですけども、筋肉痛は必ずしも必須じゃないと言われています。大切なのは筋肉に刺激を与え続けて筋肥大させるっていうことが目的なので、来なくても冷静に淡々と続けていきましょう。
別のね、トレーニング動画にちょっとシフトチェンジしてみて、新しい刺激を胸に与えるっていうのもおすすめです。次の質問です。ポポさんは年齢を公表しておられますか？〇〇さん、ありがとうございます。28歳です。次の質問です。スタイル良くて本当に憧れます。食事参考にさせていただきます。質問ですが、お米は1食何グラムほど食べていますか？うしゃさん、ありがとうございます。今は1日朝昼晩、ご飯1杯ずつです。これ以外にお菓子とかを食べることはほとんどないです。バストアップしたいという方でしたら、1日の炭水化物量は 200g 以上は取った方がいいと思います。ご飯だと毎食お茶碗1杯以上は食べても大丈夫。タンパク質も十分量摂取する必要があります。次の質問です。何ヶ月くらいで効果出ますか？黒猫さん、ありがとうございます。早い人では2週間から1ヶ月で1カップ上がる人もいますが、これは主に胸トレによって胸の血流量が増えて筋肉の水分量が増えることで胸が膨らむパンプアップというものです。筋肉が強く大きくなることを筋肥大と言いますが、筋肥大にかかるまでの期間は最低でも3ヶ月はかかると言われています。筋肥大っていうのは筋肉が傷つく、修復される、傷つく、修復される、これを繰り返してどんどん強く大きくなっていくことです。なので基本的にすぐに効果を出すのは難しいです。私もサイズが変化してきたなって感じたのはやっぱり3ヶ月を過ぎたあたりからだったので、すぐにね効果が出なくても諦めずに焦らずに続けていきましょう。次の質問です。筋トレ以外にナイトブラやサプリやっていますか？ありがとうございます。今はプロテイン、EAA、グルタミン、ビタミン剤、亜鉛、ナイトブラ、大会に向けて全体的に大きくなっていかなきゃいけないのでいろいろ飲んでいるんですけども、この中でバストアップのために取っておいてほしいものはプロテインとナイトブラですね。次の質問です。タンパク質は1日どのぐらい取るのを意識していましたか？ももさん、ありがとうございます。このバストアップ動画をやってる時は1日 60g を目指して取ってました。やっぱりね、トレーニングの効果を最大化させるためには食事がとっても大事です。3食しっかりとって上手にプロテインも使ってみてくださいね。次の質問です。アラフォーでもバストアップできるでしょうか？産後何年もいろいろサボってきました。でもポポさんの動画を見て頑張り出しました。綺麗になりたいです。マテリアルさん、ありがとうございます。筋トレに年齢は関係ないので大丈夫ですよ。ちなみにこういう素晴らしいコメントもあったのでピン止めさせてもらっています。2人の子供の授乳が終わってからすっかり胸がなくなってしまってデコルテもそげたのが気になってポポさんのトレーニングを始めました。結果2月に B 未満だったのが7月には C、9月には E と驚きのアップ。40歳でも増えました。他のトレにたまに浮気もしたりしましたが、やっぱりこれが一番効果があると思って結果戻ってきます。一時期停滞していましたが、タンパク質摂取が足りていなかったことに気づいて増やしたのが2ヶ月で急激なアップにつながりました。小食さんや痩せ型さんはタンパク質も気にした方がいいかも。 YouTube でコメントをするのは初めてですが、ポポさんにお礼が言いたくて書きました。これからの皆さんも頑張って。ともこうさん、本当にありがとうございます。これをね読んだ時はもう本当に嬉しかったです。私は一人でも多くの女性にもっと筋トレを通して自信を持ってほしいっていうビジョンを持ってやってます。なんかみんなの周りにもいると思うんですけども、年齢を重ねるにつれてどんどん自信がなくなっちゃう女性っているじゃないですか。それを見るのがすごく悲しくて、生きてるとね、いろいろ周りからとか嫌なこと言われたりして傷ついたりして、そういうので自信なくなっちゃう人もいますよね。私も結構周りから傷つくことを言われたこともありますし、出産前なんかだとつわりがひどくてご飯が食べられなくて、その時筋トレもしたことがなかったので、元からねここがあばらがガリガリだったのがさらにガリッガリになって、ここはねもうちょっと空いた V のユニフォームを着てたんですけども、同僚の男子にあばらが浮いてて気持ち悪いって言われたり、出産後子供を産むと友達が会いに来たりしてくれるじゃないですか。でその時来た男友達が産後ってボサボサになるじゃないですか。そんな私を見て、もうお前女として終わったな、こういう顔でって言われて結構傷つきましたね。28年間生きてきてて、そういうことを言ってくる人男女ともに一定数います。そういう人は変えられないんで自分が変わるしかないと。出産後から本格的に筋トレを始めて、筋トレを始めてからはそういうことを言われることがなくなりました。この間嬉しかったのは、ジムで知り合いに会った時に全然誰だか分かんなかったって言われたことですね。これが褒め言葉なのかどうなのか分かんないですけど、褒めてるでしょ。
今までずっと男性に評価される立場だった自分がもう外野に一切何も言われることがなくなりましたね。もしかして言われてるのかもしれないんですけど、もう一切入ってきてないです。筋トレをしてるとどんどんアップデートしていく自分に会えるのがすごく楽しいです。10代の頃とかだと成長期でね、どんどん成長していく自分に出会えると思うんですよ。じゃあそれが終わったらずっと加工していくのを待つだけかっていうと、そうじゃなくて筋トレをして努力をし続ける限りもうずっと成長期ですから、30代、40代、50代、60代、70代、80代、もうずっと筋肥大は起こるっていうことが分かっているので、もうそれだけで希望ですよね。なかなかね、効果が出なくて難しいって思うこともあるんですけども、今日ぐらい休んでいいかなとか、今日はいいだろうって毎日思うんですけども、それでもね、その声に負けず頑張ると、頑張ってる自分が本当に最近好きだったりします。こういうコメントを見るとすごくやっててよかったって思うし、特に40代から60代の人のコメントがあると、私ももっともっと続けて年を重ねるたびに綺麗になっていきたいなと思います。ちょっと話はずれちゃいましたが、年齢は関係ないので一緒に頑張っていきましょう。先ほど大会のことをちょっと話したんですけども、大会を目指した理由はですね、何か大きな目標を自分の中に掲げることで、行き先にね、迷うことなく向かっていけるかなと思ったからです。みんなもね、バストアップなかなか効果が出なくてくじけそうになったりサボっちゃったりすると思いますが、後から振り返るとやっぱり地道な努力の積み重ねがすごく大事でした。それで最近大会に出るっていう大きな目標を決めたことで、中途半端な努力をやめて今までよりもずっと本気で努力することができるようになりました。大きい目標があると多少うまくいかなかったり結果が出なくてもやめないし、毎日毎日自分のベストを尽くすことができるようになったと思います。みんなもただ単にバストアップしたいから続けるというよりも、いくつになっても綺麗でいたいとか、自分に自信を持っていきたいとか、自分をもっと好きになりたいとか、ビジョンを掲げるのがおすすめです。この大会に出ることを決めた数日後にプロの選手に会ってどんなものなのかと話を聞こうと思って、自分が住んでる秋田から茨城まで行ったんですけども、とんでもない素敵な体をしてましたね。それは絶対すぐに手に入れられるものじゃないんですけども、何年かけてでも絶対諦めずになろうと思ってます。この大会に出て勝ち続けると IFBB プロっていうものになれて、海外の大会に出る権利を得ます。そこでね、アーノルド・シュワルツェネッガーのアーノルドクラシックに出るのが夢です。まず何よりも応援してくれる旦那さんや子供たち、あと兄弟とその旦那さん、もう本当に感謝です。こんな自分のやりたいことができる幸せってないと思うので、毎日自分ができるベストを尽くし続けたいなと思ってます。それじゃあみんな一緒に頑張ろうね。最後まで見てくれてありがとうございました。またね。